本日、長い発表ですが、私で最後の発表となるわけでございますが、早速始めさせていただきます。私が、所属します放射性同位元素施設というのは農学部の、附属施設でございますが、3月11日以降、結果的には主にセシウムを、測定しております。我々が持っている機器は、ゲルマニウムカウンターが、たったの2台ではありますが、この2台で農学部内のサンプルを、駆使してですね、頑張ってみんなで測る。もう一つはイメージプレートにて放射能の分布を測る。この2つが大きな2つでこれまで動かしておりまして、そのデータの一部はこれまでの先生方によって発表していただいたところもございます。が、私としては本日もっとたくさんデータがあるのでいろいろな先生方の紹介したいんですが、大きく2つの話をさせていただこうと思います。一つはこの天竜というのをキーワードにしまして、小麦の話と桃の話。もう一つは私たち放射性同位元素施設でアイソトープが使える研究所ですので、放射性セシウムを可視化する技術、こちらのご紹介をしたいと思います。これは福島県が実施しているモニタリングの例でございまして、福島新発売というウェブサイトがありまして、そちらで大量のデータを見ることができますが、そこで小麦のデータでございます。見ていただくと分かりますが、ほとんどが検出限界以下でございますが、一部ですね、暫定基準値を超えた630とか480、そういう高い濃度も出るわけでございます。これらのセシウムは一体どこから来たんでしょうか。3月上旬、降下物があった時の小麦の畑の様子です。こちら写真で、これは今年のではなくて2009年のものと聞いております。3月中旬頃はこのようにですね、青々とした葉っぱがあるものの、それほど大きな小麦になっておりません。なおこの写真はですね、福島県農林水産部の二瓶博士よりご提供いただきました。でその、降下物があった3月中旬から2ヶ月後に、我々調査をすることになりました。まず小麦の汚染状況を調べるにあたり、イメージングプレートという先ほど来出てきておりますが、放射性物質がどこにあるのか、それをまず目で見ることにいたしました。その結果、古い葉のスポット状にこのように見えたわけでございます。こちらは、福島県のですね、農業総合センターはやはり生育歴を調べるわけです。何月何日の時点で葉っぱが何枚あったとか。そういう地道なデータがあるわけで、この時点ではですね、このようにですね、この2枚だけ出ていると、そういうことが分かったわけです。で、その後2ヶ月の成長の間にですね、この青い矢印で示した3枚の葉が出まして、最後にここが出ると、そういう生育歴が分かったわけです。よって、新たに出た場所では明確な汚染は検出されませんでした。で、驚くべきことは、今日の最初、中西先生もおっしゃってましたが、こういった直接汚染が2ヶ月後経ってもまだこれだけ残っているということでございます。このように汚染状況が分かりましたので、じゃあこの汚染物質は何かということで、ゲルマニウム半導体検出器で各種を同定し、濃度を測定した結果、こちらでございます。本日、塩澤先生がお示ししましたように、土壌中のセシウムというのは表層のみにとどまっておりますので、根が張る大部分には、セシウムはつまり根と出会う機会があまりないと想定されます。よってですね、穂はほとんど見えないぐらいのバーになっておりますが、それでも多少はありまして、ここにこうしたセシウムというのはこちらの下の葉からいってるんではないかと、そういうことが想定されるわけですが、その一部というのは非常にごく一部であることが想定されまして、この時穂には約500ベクレルパーキログラムという濃度でございましたが、下の葉からですね、例えば800分の1だとか、一番下の葉からですと2200分の1、これは濃度でございますが、そういったごく微量のものが移動するだけで、この濃度はあっという間に500ベクレルになってしまう、そういったことが起こったわけでございます。これはあくまで予想ですが、雨や朝露があった場合なのに、葉のこういったしつこく残った汚染物が溶けまして、で溶けたものが少しだけ葉面から吸収されまして、穂まで移行したものではないかと、これはあくまで想像ですが、そういうことが推定されるわけです。その仮説をサポートするデータとしてもう一つお示しいたします。左の図は種をまいた、小麦の種は秋にまくわけですが、種をまいた時期と、それが生育して麦が取れた時の濃度が左側、放射性セシウムの濃度を表しております。見ていただくと分かるとおり、10月上旬の早めに種をまいたものでは、麦の中の濃度、このオレンジで示されておりますが、非常に高い濃度、その後、巻く時期を遅くすればするほど、低い濃度になるわけでございます。右側の図は、その時の3月28日に、調査した時の背の高さ、麦の背の高さでございます。早めにまいたものは早めに成長して背が高いわけですが、それはその後の
放射性セシウム濃度、麦の中で放射性セシウム濃度は高くなると。そういうことですので、ホールアウトがあったときにどれぐらい植物が大きかったか、葉っぱの面積があったか、そこと非常に高い相関があるということが分かります。これらをまとめますと、初年度の今年は、土壌の表層にセシウムが溜まっているということから、土壌から麦へ行くという経路は非常に少ないんじゃないかということが想定される一方で、このようにですね、生育が多くて葉が多い場合には、麦の濃度が高かったわけですから、葉から麦への移行経路、これは初年度としては主だったんじゃないかと、こういうことが推定されるわけでございます。このようなメカニズムが、これはあくまで仮定ですが、だとしますと、来年の展望としましては、もうこれ以上事故は、広がらない、もちろんそう願いたいんですが、そういう場合ですと、ホールアウトがもうないわけですから、葉からの転流、これはもう激減、なくなる、土壌から一部巻き上がるかもしれませんが、ほとんどなくなることが想定されるわけです。一方でですね、畑はもう後期されておりますので、この時の小麦や畑は耕されておりませんが、もう次巻く時には後期されておりますので、セシウムは根拠に広がってしまっています。広がってしまっているからねと、セシウムが出会う確率は広がるんですが、やはり土壌粒子とセシウム、非常に強固に結びつくことが今日も示されておりますので、そういった意味ではそこまで心配することもないかもしれません。いずれにせよ今年の稲のようにですね、来年は小麦非常に検出限界以下とか、そういったものが非常に増えるんじゃないかという予想が立てられます。いい予想が立てられるというのは非常に良いことでございます。続いて、桃の話をしたいと思います。こちらの話も2つに分かれていますが、最初はこの福島県の果樹研究所と、共同して、行った結果です。私も事故あった当初はですね、過去の文献を調べたり、とりあえずお米、あと野菜、根菜類、この辺りをですね、非常に過去の文献を調べるわけですが、果樹についてはもうすごく正直なところ、私は非常に楽観的で、あまり気にもしてなかった。これは非常に反省というか、あれだったんですね。で、これは農水省が示した図ですが、農水省が示した移行係数でも、桃そのものはありませんが、リンゴやブドウは 0.001、それ以下ということで、非常に土壌から果樹への移行は少ないんじゃないかと予想されていたわけです。これはですね、土壌がたとえ5000ベクレルでも、果実には5ベクレルしかいかない、そういった想定ではあったんですが、今日の話もありました通り、吉岡部長の話もありましたし、これもウェブサイトで見れますが、最大で140ベクレル、たびたび現れたわけです。こういった点では、想定を大きく超えたと思われます。で、桃について、その吉岡部長を通しまして、果樹研究所がやってた時に我々にお声掛けいただいて、一緒に試験をすることになりました。で、放射性セシウムがどこにあるか、それが大事なんですが、ホールアウトがあった3月中旬はですね、先ほどお話がありますが、桃の花は咲いておりません。で、葉っぱもなくて幹しかありませんので、必然的に樹皮を調べようということになるわけでございます。で、樹皮を見ていただくと、表面がボコボコしていて、で、よくよく見ますと、これ皮木と言われている組織なんですが、このちょっと気持ち悪いんですけど、中から通道組織のような場所があります。で、ここをめがけて切片を作って、我々得意な、可視化してみようかということでございます。私覗き込んでますが、こんなに放射性物質と近くていいのかなってツッコミを受けたりしますが、そんな感じでやっております。で、調査は6月中旬でしたので、すでに3ヶ月経過してた、その時の時期で、こちら当研究室の広瀬研究員が取得した図ではございますが、このようにですね、凹凸がある皮木の周囲に非常に強いシグナルが見受けられました。で、これは物理的な凸凹に基づくもの、もしくは何かしら科学的なものがあるのかもしれませんが、いずれにせよこういうところに非常に強く、いまだに3ヶ月ほども残っているということでございます。こちら、皮木というのは、外皮の下の組織が肥大することによって表皮が剥がれて、そして中と外の空気の入れ替えをするような、そういった組織であるというふうに、教科書を読んで私も知るわけですが、ただここを通じてこれまでセシウムが移行する、それ以前に元素を何かしら移行する、そういったデータはほとんどないんですね。ですから想定できないのも当然なんですが、穴が開いている限りは疑われる場所でありました。他に直接汚染した場所を調べてみますと、去年伸びたこの茶色い部分には汚染が見られますが、この春から伸びた青い部分には全くこの時には見られませんでした。で、ここの茶色い部分を輪切りにしますと、このように周囲が見えるわけですので、やはり表皮にそれなりに強固にべったりくっついているんだなということが見受けられます。もう一点、果実周辺を可視化しますと、この付け根のところ、これちょうど色が抜けてますが、これは果実を輪切りしたんですが、
ここに非常に強いシグナルがあって、これは何だろうということで、こちらも細かくですね、福島県の果樹研究所の佐藤さんに非常に大変な作業なんですが、これ一個一個分けていただいて、ここに桃がこうついてるんですけども、この桃の軸ですね、これを花崗と言います。このように鱗片とかガリンコンとかいろんな組織があるんですが、春先につぼみを包んでいたような組織だと私は伺ってますが、この鱗片というところには非常に高濃度の放射性セシウムが沈着している一方ですね、この緑色に見える春先から伸びた組織にはほとんどないということが分かりました。こういう知見というのは、桃を出荷するときにはやはり春先にあった部位をなるべく除いて出荷するというのは大事なんじゃないか、そういうことを示唆しているものであると思われます。他に直接汚染といいますと、やはり土壌でございまして、こちら東北大学の大月先生が早くから福島県の復興、放射線関係ので非常に支えておられまして、今回ご提供いただきましたが、あと今日も吉岡部長もご紹介してましたが、やはり表層付近にですね、放射性セシウムというのはほとんどあるわけです。で、果樹の根というのはもう20センチ、場合によっては30センチまで深く広がるわけですから、そういう意味では根とセシウムが出会う機会というのは初年度に限ってはあまりないんじゃないかと、推察されるわけです。これはあくまで推察でございます。では、このように汚染されたものが、この樹体の中でどのようなことになっているか、そこに関しては、当研究家の宝助教が非常に精力的な実験というか、作業をしておりまして、その一端をご紹介したいと思います。とにかくまずは樹体を解体してどこにあるか調べてみようというのが、それですが、駆け足で説明しますと、まずこのもう死んじゃった組織、心材という場所には、検出限界以下、検出限界16ベクレルとしても検出限界以下、この偏在の部分には39ベクレルありました。この皮とこの、生きてる部分、ここをさらに細かく分けようというのは彼の仕事で、もう非常に大変な仕事なんですが、きめ細かにやっていただきまして。で、外の外気と触れ合っている一番外側には536、単位こちらですが、ベクレルパーキログラムあったわけですが、この一層を剥ぐとまだ外皮がありまして、こちらにはもうすでにほとんどない、11ベクレルぐらいしかないということが分かっております。でこれをさらに剥ぎますと、内樹皮というのが出てきます。こちらは16ベクレルぐらい。これを剥がしますと、ようやくこの歯間と言われまして、葉っぱから光合成した炭水化物、光合成産物を運ぶ場所と、その中の生きている場所、細胞分裂をする形成層、これが現れまして、これをサンプリングしますと、その内側に導管と言われます、根から水を吸収して葉っぱへ送るための導管、一部偏在も入ってしまいますが、このようにですね、組織学上、やっぱり果樹の専門家の視点から分けて、でこれを放射線測定すると、このようになるわけです。外側の樹皮には当然ながら最も高い濃度があるわけですが、他は低い濃度ですが、ここをちょっと拡大いたしますと、ですね、この外樹皮や内樹皮を通り越して、中心の部分、この導管歯間の部分が意外と濃度が高い。こういうことが分かってきました。で、皮目はどこまで通じているかというと、この形成層、歯間、ここら辺からボコッと出ているわけですので、もしかしたら皮目を通じてここに行っているかもしれない。これは本当にかもしれない。これは今後、証明しねばなりません。しかしですね、導管付近が高い、偏在付近も高いとなりますと、根から来ている可能性も一概には否定できない。この辺は可能性の話しかできないのは歯がゆいんですが、このあたり、こういうことが示唆されまして、さらなる検証が必要でございます。宝助教の仕事はですね、ここ、今話しただけでも、この部分だけですので、まだまだたくさん調査してますので、近い将来これを精査して発表するということですし、もしかしたらこのような場があれば、ぜひ宝助教で話していただきたいと私は思っております。セシウムの移行についてもでまとめますと、土壌から吸収して果実へ行くという経路はおそらく少ないんじゃないかと、これはあくまで想定でございます。主流はやはり樹皮から果実へ行く過程、そこでやはり皮目は何かキーポイントになっているのではないかと、そういうことが予想されるわけでございます。その後も一旦葉に行って葉から光合成産物と一緒に果実に行くのか、それとも皮目から樹体内に入ったら直接果実に行くのか、このあたり全くメカニズムが分かりません。桃についてまとめますと、もうこれも繰り返しですが、ホールアウトはないと想定しますと、樹皮のセシウム濃度は減る一方でございます。また福島県は樹皮をですね洗浄したり剥ぎ取ったり、吉岡部長のご紹介にもありましたが、そういったものを強く推進しておりますので、樹皮の線量は下がるはずです。そうなりますと、桃の果実濃度というのは必然的に減少しているということが想定されますが、課題がいくつかございまして、
まずそうは言ってもどれぐらい自体に放射性セシウムがこの冬残るんだろうか、葉っぱ全部落とした後、剪定した後どれぐらい残るか、また被目から入ると私申し上げましたが、どれぐらい移管速に到達する経路というのは本当にどのようにいっているのか、穴が開いている形でいっているというのはちょっと、拙速な気がいたします。で、中に入ったとして、それが果実へ移動するのに、先ほど私申し上げましたが、葉っぱを通過するのか直接いっているのか、このあたりも全く分かりません。このあたりを解くための研究をですね、今後私たちはしていきたいと思っております。さて、2つ目のテーマとして、放射線セシウムのイメージングについて説明いたします。ちょっとこう動いてますが、これだけの気になるところがあると思いますが、追ってご紹介させていただきます。事故が起きた後、約1ヶ月後の土壌について、まずはイメージングプレートで、どこにどういうふうに土壌にあるか可視化してみました。なお、このサンプリングをしたときにはですね、畑には植生はなくて、当然水田も植生がない、雑草も生えていない状況でした。一方で、この小麦の畑と菜種の畑には、この程度の、植生があったものということでございました。当初、土壌を可視化するとですね、これも先入観は良くないんですが、きっとベターっと真っ黒にこう映ってしまうだけだろうなと思ってやってはみたんですが、意外と濃淡があるということが分かりました。で、画像を見ますと、まずこのすごく濃い、それなりに大きさの大きい点々がありまして、これは植生がないところではもあるところでも、それなりにあります。それとは別に非常に細かい粒子、場合によっては粒子としては、私にはこれには見えないんですが、そういったものがうっすらとあると、2つに分けられるか分かりませんが、そのようにですね、とにかく均一な汚染内の汚染状況ではないということがよく分かったわけです。では、私どもは荒井施設、放射線を使える施設におりますので、人工的に放射線セシウムを土壌に添加して、何かしら実験をして、早くデータを出したい、そういう思いがあるわけですが、先ほどと同じ場所の土壌に放射線セシウムを人工的に加えて、イメージプレートで見てみますと、このように、非常に均一になってしまうわけです。ということは、自然界のホールアウトをですね、正確に人工的に再現するのは非常に難しいということが分かりました。そうは言っても進まないので、こういった土壌を使って、ある程度の実験を今進めているところでございます。そのうちの一例をお示ししますと、水田土壌にですね、放射線セシウムを加えまして、上積み液を測定いたしました。これは水田土壌の水田とですね、水、つまり土の部分と水の部分っていうのをちょっと想定しております。その結果、混ぜまして、軽く遠心はするんですが、その瞬間にですね、すでに 99% 以上は土壌に吸着し、上の水にはほとんどないということが分かりました。こちら数字1というのはこれ 1% でして、それぐらいしか水に出てこないということが分かりました。よってですね、田んぼの水に存在するセシウム量というのは大変少なくなるということが、現場のデータともそっくり合うわけでございます。また、土壌も2種類使っておりまして、先ほど来、出てます灰色低地量というのは非常に粘度が多く、吸着も素早くそのまま5日間でも非常に低いレベル。褐色森林炉というのは粘度が少ないんですが、そちらですとたくさん吸着はするんですが、比較をすると水に出てきやすい。そういう、これまでの知見と一緒ですが、そのような傾向が得られております。さて、冒頭でちょっと、動画をお見せしましたが、このようなですね、土壌と水の関係や水と植物の関係、もしくは植物中のセシウムのどうやって移動するんだろうか。もう一つは植物から果実、可食部へどのように移行するか。このようなのをですね、普通は破壊して取って測定してですが、これは刑事的に観察できればこれ非常に強力なツールになるわけです。当研究室では放射性物質を可視化する装置をずっと開発してきておりまして、もちろん旗振り役は中西教授ではございますが、今日私がちょっと紹介させていただきます。ちょうどもうこの菅野の論文がそろそろ印刷中ではあります。で、それの装置を使いますと、例えばリン酸などはこのように、カルシウムや硫酸はこのように見えるわけです。このほかカドミウムや鉄を今実施していたところです。それぞれですね、昔当研究室にいまして、今酸素系による山脇研究員や、当研究室による石橋研究員により捉えたデータでございます。
で、こちら、現在は当研究室の小林研究員によりまして、セシウムの可視化のための条件設定をいろんな条件設定があるんですが、試みられて、本当にごく最近ようやく取れるようになってきたということで、まずこれ1個目の取れた画像なんですけども、これはですね、稲の左側は水耕液、水にセシウム入れただけ。右側は、福島の土壌にセシウムを人工的に添加して、で、それで、田んぼのような状態にして、吸収を見た場合です。見ていただくと分かりますけども、またこれは予想されたことでありますけども、水の場合ですと、もうあっという間に釣って、あっという間に地上が見えてくるわけでございます。これ田植えするような小さな稲です。土の場合ですと、同じような濃度を入れても全く見えてこない。こちら実験終わった後に先ほど来出ています放射線を感知するイメージングプレートで、全部葉っぱも分解してどこに泥があるかを言いますと、土の場合ほとんど人工的に加えた粒とはいえほとんど出てこない。やはり土への吸着というのは非常に強い、そういうことが分かるわけでございます。これは逆に言いますと、水田状態の場所でも水田の土と触れていない根があったとして、その根に非常に微量な放射性セシウムが出会ったとするならば、それはあっという間にすごい能力で吸ってしまうと、そういうことを示しているわけで、土と根が完全にもっと言えば粘土と根がですね、完全に触れ合っている状況というのは上に行かないためには必要なんじゃないかと、そういうことを示唆しているデータでございます。今後このイメージング技術は、植物体内のセシウムの動態解析、稲や桃、その他で使っていきたいと。あとは根の種類、根源といいますが、土壌と植物が接する場所がどうなっているか、そういうものを見るためにぜひ使っていきたいと思います。また、現在セシウムしかやっておりませんが、放射性ストロンチウムも見えるはずですので、今後技術開発をしていきたいと思っております。最後に簡単にまとめますと、今年の農業はホールアウトがありまして、最初の年ということで、非常に特別な年であったと思います。それで過去の知見とですね、合わない部分、勝手な先入観があって合わない部分というのは私の中にもあって、非常に反省すべきところでございました。で、本日ご紹介した小麦などは、葉からですね、非常に高濃度に汚染された葉からごく微量のセシウムが点在した結果であると予想されますし、また桃では想像以上のセシウムが検出されましたが、これは樹皮からの吸収が疑われるわけでございます。で、農産物からセシウムをですね、まずもっての目標は検出されなくするということが目標であると思いますが、そのためにはこういったメカニズムをまず解いて、メカニズムが分かった上で対策をするということが必要であるんじゃないかと思います。非常に農地環境というのは様々でして、セシウムが我々が食べる食品に移行する前には非常に複雑なプロセス、複雑な要素を多く潜んでますので、大学の特色は多種多様な今日の発表もそうですが、本当に多種多様な専門の先生方がたくさん身の回りにいてですね、近くにいて相談できるので、そういった環境でこそですね、こういった問題を解決するというのに重要であると思っております。今後の私たちの取り組みに期待していただけるような、そういうことを期待していただけるように頑張りたいと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございます。